皆さんこんにちは。ミツバチハニーのルミです。夏はミツバチにお水をあげるのを忘れないでください。私の家のそばには川がないので、バードバス用の容器に水を張って水が乾かないように毎日水を供給しています。今日はこの試薬、新しく購入したものペンキ塗りをしたいと思います。今巣箱の外側だけペンキを塗りました。でこっちの B エスケープとあとインナーカバーはステイニングをしようと思います。今木のトリートメントを簡単にしました。こちらももう本当に1回だけなんですけど、白いペンキでコーティングしてちょっと長持ちさせるために簡単にペンキを塗りました。今日はこの一番上のスーパーから蜂蜜を取るんですが、今日は採蜜はしなくて、今日やることはこの先日購入した B エスケープっていう板を使って蜂を全部下に落として、で明日これを採蜜する予定です。でこの部分ですね、ここの部分にさっきの B エスケープ板っていうのを入れて、そうすると一番上にいる蜂たちが全部下に行って、もう上には戻れないっていう板なんですけど、それを使って明日は蜂がいないこの継ぎ箱を取って採蜜したいと思います。Man, they're all getting out. That did not work. 結局この B エスケープは全然ダメで、まだたくさん蜂が残っていました。これが採蜜用のスーパーなんですが、ここに蜂がいなくなると思って B エスケープを乗せたんですが、結局たくさん蜂が残ったまんまなので、これから蜂を払ってでこっちに分けてこっちに持って帰ります。蜂蜜が溜まったフレームが10枚ぐらいあります。でこれを今からスピンしていきます。Did that take the long way? Yeah, I think I took the long way.引っかかないで、ディープじゃダメだよ。穴開けるだけ。これでもKeys. これは採蜜した後のバケツなんですが、蜂蜜がまだ残っていたので、ミツバチたちにあげたらものすごい勢いでそれを取っています。でこっちも蜜蝋とかがコムですね、コムの中に入っていた蜂蜜を取って手で絞り出したカスなんですけど、それをこのボウルに入れて置いておいたらすごいことになってます。多分中の方がまだ蜂蜜がたくさんあるんでしょうけど、ちょっとひっくり返したいですけど、ここまですごい蜂だともう触らない方が良さそうです。採
細密が終わった後のバケツはミツバチにあげてきれいにしてもらいます。今回もう一回この B エスケープを使ってみようと思います。今回はちゃんと丸い穴を上に置きたいと思います。下に三角のが迷路のようなものがあります。で、このスーパーから細密をする予定です。ほとんど蜂蜜を食べられてしまっているので、あまり蜂蜜を細密できるとは思えないんですけど、でも最後の細密を明日してみる予定です。Well, no, I mean, there's not very many bees in there. Here, let me get that. 今回蜂のエスケープボードっていうのを使って細密をしてみたんですが、1回目の時はこのボードを上下逆に乗せてしまって蜂をスーパーの方に細密用のスーパーに誘導してしまうっていう失敗をしてしまったんですが、2回目の時にはきちんと正しい位置に置いて、でかなり蜂の量が減ったので細密しやすかったです。でこのエスケープボードは使うのは24時間から48時間なんですが、私は24時間使ったのでまだ蜂が残っていました。今日は、ダニのトリートメントをしたいと思います。フォーミックプロというのを1段目と2段目の巣箱のスーパーの間に入れたいと思います。でその時にこの3段目ですね、3段目をもう少しいい巣箱に取り替えようと思います。であとやるのがクイーンエクスクルーターって言って、クイーンを上の方に行かないようにしてた網があるんですけど、それももう取り除きます。もう今年は細密はしないので、もうこれで細密をすることはないので、クイーンエクスクルーターを取り除きたいと思います。これがクイーンエクスクルーターです。これはそーっと取らないと、ここで急な動きで角黄板を取ると蜂が起こって大変なことになります。しかもプロポリスでしっかり貼り付けられているので、まずはプロポリスを剥がします。そしてそーっと持ち上げていきます。
今回これは成功です。巣箱の間はプロポリスでしっかり固められています。プロポリスがたくさん残っているので、このように巣箱を開けた時に取っておくと、次回の内見の時に時間短縮になります。全部プロポリスですね。あんまり羽ができてないので、他のに変えてあげてもいいんですけど、でもクイーンがいないことを確認しないとダメです。それでは今からこのホーミックプロですね、これを2つストリップが4枚入ってるんですけど、そのうちの2枚をこの1番目と2番目の間に入れたいと思います。でこの袋の中にこういう2枚入ってるんですが、2袋入ってるんですが、この2袋の中にまた2枚入っています。一度開けるともう使ってはいけないみたいなので、もう有効ではなくなってしまうので、一回これを開けたら、その時に使ってしまった方がいいです。で一応本当はレスピレーターと、あと、ちゃんとした手袋が必要なんですけど、私はこの革の手袋の下にもう1枚手袋してます。で、このように2つ入っているので、これをカバーするように、ここと、顔ですね。顔に置きます。気温が大事で、気温が10度から30度以下の時でないと、手を乗せてはいません。で、手を、乗せます。やっぱり、強いので、クイーンが死んじゃったりすることもあるみたいなので、温度は守った方がいいみたいです。これを乗せたらもう2週間、私は2枚乗せたので、2週間はもうこれを開けないようにします。で、今もうクイーンエクスクルーターは取り除いて、で、ここにハニースーパーを乗せていきます。で、以前使ってた箱が穴が開いていたので、この新しい箱を乗せることにしました。なので、これをハニースーパーのフレームを今こっちに全部移していきます。ホーミックプロ安全だとは言ってもやっぱり薬剤なので、蜂たちにとってはちょっと苦しかったりすると思うので、きちんとベンチレーションというか、薬剤が効かなければいけないんですけれども、それと同時に蜂たちが死なないような感じで使っていく必要があります。今この新しいフレームですね、フレームに10枚、フレームじゃない、これはスワックか、スワックの中に10枚、フレームを入れて、これを
そしてもう冬越し用にします。これがクイーンエクスクルーターなんですが、このクイーンエクスクルーターをもう取り除きます。細密はしないので、女王蜂がこの上に来てもそんなに問題はないので、これを取り除きます。くっついちゃってます。で、プロポリスです。本当は、このクイーンの状況を見た方がいいんですけど、ずっとクイーンの状況を見てなくて、もうこの巣箱は完全に信頼してしまっていて、これはもう蜂蜜が端っこできてますね。多分この巣箱はすごく問題なく教科書通りに巣作りしてくれてるので全然大丈夫だと思うんですけど、でも幼虫がびっしりですね。で、周りにちょっとだけ蜂蜜ができてて、本当に教科書通りだと思います。なので、あんまりいじらないようにしたいと思います。すごいプロポリスでべっとりですね、これは。内側はネクターですごいキラキラしてます。ネクターいっぱい入ってて、キラキラしてます。なので、この巣箱は多分全然 OK だと思います。で、今からフォーミックプロをちょっと怒り出しましたね。相当怒ってしまった。では、フォーミックプロを今からこの間に入れたいと思います。状態まで動いちゃう。血が溢れてきてしまう。内側がくっついてるのかな。血が溢れてきてる。大変。これがフォーミックプロです。これがめちゃくちゃ重い。一回煙で潰しちゃいそうですね。
潰しちゃったかも。一匹が2匹。よいしょ。して、よいしょ。この蓋を乗せます。すぐ隠れてきちゃう。蜂が入り口の周りにたくさん固まってるんですけれども、そこにマルハナバチみたいな丸っこい大きな蜂が来ています。巣門の中を通ろうとしてるんですが、自分の体も大きすぎるし、ミツバチのガードも硬いです。2つ目の巣箱の様子がおかしくて、今ダニのチェックをしてるんですが、トレイの上に昨日は12匹、この日は25匹蜂が死んでいました。蜂によっては舌を出して体を丸めて死んでいました。ちょっと給餌をしてみようと思って給餌用のトレイを洗いました。この巣箱がちょっと問題の巣箱なんですが、先月女王蜂がいないと思って女王蜂を購入して、この中に入れたら女王蜂が死んでいたっていう、殺されていたのか、もうすでに女王蜂がいてそれで殺されてしまったのかわからないんですけど、とにかく私が購入して新しく入れた女王蜂が死んでいたっていう経緯があったんですが、今この巣箱を見ると全然ブルードって言って卵を産んでいたり幼虫がいたりっていう気配が全く見られないので、もしかしたらクイーンレスになっている可能性があります。で蜂蜜ももう全然ネクターとかも作ってないし、赤ちゃんもいないしっていう状況なので、ちょっと今回これを砂糖水作ったので、これは砂糖水1対1なんですが、今回これを、この巣箱にあげて、でとにかく自分たちが冬越しできるだけの蜂蜜の蓄えを作ってもらいたいと思います。こうしてみるとちょっと少ないながらもミツバチの出入りはあるので、蜂はいるんですけど何も仕事してなくて、ただただ中のフレーム見た時にはもうフレームの中に止まってる感じで、先日すごくたくさん死んでる蜂もトレイに落ちていたので、もしかしたらすごいお腹空いて餓死している可能性もあるので、この巣箱に今から砂糖水を与えたいと思います。でこの継ぎ箱は本来だったらネクターとか作ってなきゃいけないんですけど、こうスカスカで蜂もいないし、まだゴム壺とかを作ってる最中なので、もう少し急がないと冬に間に合わないかなっていう感じです。で今これお砂糖のピーラーをここに乗せました。それでちょっと様子を見たいと思います。3日ぐらい前から砂糖水1対1をミツバチたちにあげ始めたんですが、そしたらものすごく巣箱が活気づいて、この巣箱とかはもしかしたらもうダメかなと思ったんですけど、すごいたくさん蜂が活動を始めました。で今日この箱なんですけど、この箱はすごく順調だったので、砂糖水ではなくってプロテインのパウダーをあげました。ここの部分ですね、この部分に、この後ろの方の巣箱もすごく蜂がブンブン飛び回っています。朝晩とかは結構もう寒くて気温が
最低気温9度とか1桁台に入り始めたので、9度とか8度とかすごく寒いんですけど、昼間はそれでも少し暖かいのでミツバチたちが活動できるような状況です。で、砂糖水を1対1で作って補充をしています。で、これ2種類あるんですけど、今使っているのは浅い方のですね。でもう本当に1日で空っぽになって、あまり量も入らないので1日でこれが空っぽになるので、補充を今のところ毎日3日間ですけど毎日回しています。そして冬のストックが蜂蜜のストックができるまではずっとシュガーウォーターをあげ続けたいと思います。これはシュガーウォーターをあげる前はこのトレイの上に多い時で40匹ぐらい蜂が死んでいたんですが、今はもうこの通り全然蜂が死んでないので、みんなちょっと飢餓状態でお腹が空いて食べ物がなくて死んでいたんじゃないかなっていうふうに考えられます。で、今はもうすごく元気でミツバチたちめちゃくちゃ飛び回っています。で、先日フォーミックプロを入れてダニのトリートメントもしたんですが、そのおかげもあって今2週間ちょっと3週間ぐらいもう経ったんですけど、トリートメントしてからダニの数がゼロになりました。今のところ落ちてきているダニはいません。なので、8月はもうだんだんお花が少なくなっているので、蜂たちに食料をシュガーウォーターをあげるっていうのが大事な時になってきています。はい、以上8月のアクティビティとしては、ダニのトリートメントですね。まず第1がダニのトリートメント、そして2つ目が、お砂糖水を給仕始めたっていうことです。で、今から女王蜂が産む卵っていうのは冬の蜂になるので、これから生まれてくる赤ちゃんの蜂っていうのは普通1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいの命なんですけど、冬の蜂っていうのは6ヶ月ぐらい生きて冬の間ずっと生き続けるので、そういう大事なミツバチたちになるので、そのミツバチたちが冬越しできるようにお手伝いするのが私たちの役目になってきます。まだ巣箱の一つがどうかなっていう状態ではあるんですが、あまり干渉しすぎないようにお手伝いをしていきたいと思います。はい、今回の動画は以上です。これからもアメリカ生活や養蜂について発信していきますので、ご興味のある方はチャンネル登録をしてまた見てください。それでは See you in the next video.